Hello everyone! Welcome to my channel. This is Shun. ということで、本日は留学3ヶ月が経ちましたので、この動画の中で留学3ヶ月を振り返っていこうかなというふうに思います。この動画を見ていただけると、留学3ヶ月で人はこれぐらい変われるよっていう、英語力はこれぐらい伸びるよっていう、そういう、指標にもなると思いますので、本日も最後までよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、ということで本編に入っていきたいなというふうに思います。ちょっと本編に入る前にですね、今日の服装を見ていただきたいんですけれども、こっちに来て2回目ですね。で、半袖を着ています。で、本日、一日中半袖で、過ごしていました。こっちに来てから一番暑いなと感じた日です。で、気温は24度で、日本の5月ぐらいですかね、初めて暑いなというふうに思いました。気温変化も激しいのでね、こちらに来る人は、できればね、体温調整しやすい服で来るようにしてください。はい、ということで、余談も置いときましてですね、早速、留学1ヶ月目から振り返っていこうかなというふうに思います。はい、留学1ヶ月目、いろんなことがありました。で、まず何があったかと言いますとですね、まず1日目ですよね。留学初日に、すごい大きなトラブルがありまして、空港の乗り継ぎですね、僕は関空からドバイからダブリンっていう風にこっちに来たんですけど、関空からの飛行機がドバイの空港に着くのがかなり遅れまして、乗り継ぎが30分しかないと、そんな状況で、自分英語力なかったので、ものすごいダッシュしたんですよね、ドバイの空港の中を。で、ギリギリ乗れたっていう思い出から、留学がスタートします。とても辛い思い出です。で、無事、その飛行機に乗ることができて、こっちに着いたんですけれども、また、ダブリンの空港内で悲劇が待っておりまして、入国審査官にですね、何のために来たの？なんか、目的はみたいな感じで聞かれるんですけど、全くそれが聞き取れなくてですね、何回も、それを、やり取りするっていう、事態になりました。で、結局、その空港の、検閲官の前で20分ぐらいいたと思います。で、学校の書類とか持ってきたものを、見せて、やったんですけど、なぜかその入学許可証みたいなのが、持ってたんですけど、若干日本語で書いてあるみたいな。よく見たらちっちゃく日本語に書いてある。それを気づかずにですね、持ってきていて、これじゃわからない。だから、Google 翻訳でこう書いてあるよって見せたら、公式なものをくださいみたいな感じで、それで押し問答した結果、最後はなんと、もうええわ、お前日本人やから通っていいよ。そこに立って写真撮るからって言ってこうやって写真撮って、なんとか、入国ゲートを突破することができました。その後授業とか1ヶ月目授業が始まったわけなんですけれども、全く何を言ってるかわからない。人生で初めて英語だけの環境に身を置かれた僕は、英語はね、この辺を通るんですよ、この辺を。で、マジで何言ってるかわからないの、本当に。もう、だから最後の方先生もう僕のこと諦めて、ほっとかれました。今考えたらすごい悲しい思い出というか辛い環境だったんですよ。だから1、2週間目はね、もう授業出たくないし、もう英語も聞きたくないみたいな状態で、なぜかね、僕はホームシックにはならなかったんですよ。で、こんなんやけど、なんとかなるんかな、みたいな、夢のような幻想を描きながらね、なんとか1、2週間目は耐えていたんですけれども、最初に、ちょっと成長を感じたのが、留学3週間目で、ようやくね、耳が慣れてきたんですよね。人間って、ほんとすごい生き物だなと、その時思ったんですけど、ずっと英語が流れてる環境下にいると、勝手に耳慣れるんですよ。だから、ちょっと前まで聞き取れなかった単語も、なんとか英語は入ってくるようになって、それでなんとか授業がだんだん楽しくなってきて、1ヶ月目が終わったなっていうような感覚です。なので1ヶ月目で通して得たことは、人って慣れるんだっていうことだけで、特に英語力が伸びたとかそんなのはあんまり感じておりませんでしたっていうのが1ヶ月目の感想です。
はい、ということで、その後、怒涛の1ヶ月を僕は4月過ごしたわけなんですけれども、まあ1ヶ月ではもちろん喋るようになるわけもなくですね、で、1ヶ月目は友達という友達もできなかったですね。まあ学校でそら、よーみたいな、はーいみたいな言う人たちはもちろんいるんですよ。クラスメイトとも、まあ仲良くクラスの中では喋るんですけど、その後一緒に外出したりそういうのは一切ありませんでした。で、2ヶ月目に入ってついに、友達が、ちゃんとしたまともな友達ができたんですよね。ブラジル人のアナっていう子なんですけれども、いつも優しく僕にしてくれて、で、その友達の友達にファビアンっていうスイス人の子がいたので、その3人でよく、遊びに行ったりするようになりました。で、だから僕が留学で初めてできた友達は、ブラジル人とスイス人でした。これはすごい僕にとっても嬉しいことで、まあ、留学で外国人の友達ができるんだっていうことをここで初めて実感しました。それまでは、なんや、留学来てもそんな外国人の友達なんか結局できひんのかい。まあ自分の英語力もあったんですけれども、そんな感じだったので、すごい嬉しかったことを覚えています。まあ2ヶ月経っても結局英語は、綺麗に話せるようになるわけではなく、でもまあ、だんだん友達ができたことで日常会話から学んでいくフレーズだったり、そういうのは多かったかなというふうに思います。で、同時にですね、僕は4月に音読を始めましたので、音読がちょうど50日、ぐらいに突入しまして、まあ、そこでね、初めてセンター試験のリスニングを、やったんですよ。動画にも上げてるんですけど、この辺に概要欄にまたリンク載せとくんですけれども、そこで、リスニングの向上を実感しました。前までね、センター試験のリスニングの音源めちゃくちゃ早くて本当に聞き取れなかったんですけれども、それが本当に遅く聞こえました。で、これは周りの友達にも言ったんですけど、その周りの友達も、センター試験のリスニングってこんなに遅かったのみたいなことを言ってたので、海外に留学して、約50日ぐらいでですね、初めて、リスニングの成長を感じたという1ヶ月でした。これが2ヶ月目です。はい、ということで、次は3ヶ月目、6月から7月、ここについて、話していくんですけれども、正直僕は3ヶ月をとりあえず軽く最初の目標に個人的に思っていて、3ヶ月でやっぱりしっかりできるようになればいいなっていうふうに思ってました。で、これには根拠があって、まあ大体ね、どこのサイトを調べても、留学3ヶ月ぐらいで、なんか徐々に英語が形になってくるみたいなのが書いてあったんですよ。まあこれ結局嘘です。嘘です。まあ多分嘘です。僕も結構一生懸命僕なりにやりました。でも別にそんなペラペラになるわけがないんですよ、3ヶ月では。やっぱりね、自分を殴りたいですね、1ヶ月目とかの。3ヶ月で俺はできるようになる。絶対にできるようになってやるとかいう風に思ってたんですけれども、人間には限界があります。毎日ね、8時間とかね、勉強したら、もしかしたら喋るようになるかもしれませんが、まあ、あくまで留学というアクティビティの中で楽しみながら勉学をしたい派なので、いろいろ遊びとか、そういうクラスとか楽しむことも両立してたら3ヶ月では喋れるようにはなりませんでした。ですが、3ヶ月目で、あることが一つ変わったんですよね。まずそれは、2ヶ月目で僕さっき友達できたって言ったじゃないですか。友達ができる楽しさっていうのを3ヶ月目の自分は覚えたんですよ。で、クラスも1個上がって、その2ヶ月目の最後のテストでね、上がって3ヶ月目からは1個上のクラスで、英語を勉強することになりました。で、これが僕にとっては、すごい生きていて、環境が変わったんですよね。今までは僕と同じぐらいのレベルの英語を喋る人たちの中で勉強していたんですけれども、1個クラスが上がることによって、もうほとんど英語はペラペラ、僕からしたらね、英語はペラペラな人たちの中で勉強するようになったんですよ。だから、レベルがぐんと上がって、で、そこで、友達が5人ほどできたんですよね。で、この5人で3週間ぐらいずっと、旅行とか、それこそ旅行にも行きましたし、放課後公園で遊びましたし、それでね、レベルの高い英会話の中で遊ぶことができたんですよ。だからそこの中から、選ぶフレーズとかも多かったし、逆にそこで同時に挫折もしました。自分の発言で会話が止まるんですよ。これはね、めちゃくちゃ辛いです。だから、
ないし萎縮しちゃって喋りたくないなって思ったこともあったんですけれども、それでは1ヶ月目に戻ってしまうっていうのが心の中にあったので、止めてもいいから学ばせてもらおうぐらいのすごい下からの気持ちで、ずっとアクティビティに参加していました。するとちょっと1週間前まではねちゃんと話が通じなかった友達と3週間目からね話が通じるようになるんですよ。ウクライナ人の友達なんですけど、そいつも結構癖強くて発音の癖もめちゃくちゃ強いんですよ。日本人とは全然違うアクセントだし、基本自分中心で回ってるんですよ、そいつの中では。だからそのウクライナ人の子が永遠にマシンガントークをしてくるんですけれども、なんでお前分からへんねんみたいな感じで英語話した後に俺が分からなかったらっていう顔をするんですよ。で、その顔を見たくないからこっちも頑張って必死に理解しようとするんですよね。すると英語力というか会話力が上がるのを、実感しました。逆に、そこでさっきも言いましたが、言えないことっていうのもすごいいっぱい発見しました。前までは人と遊んだり話すことが少なかったので、自分が喋れないフレーズと喋れるフレーズを分けることすらできなかったんですけれども、いっぱい話すことによって自分が話せるフレーズと自分が苦手なフレーズっていうのが見えてきたんですよね。これはすごい大きかったです。で、同時に、その5人でね遊んでた友達は1週間前に全員帰っちゃったんですけれども、寂しかったです。初めて友達を失うじゃないけど、その友達を見送るっていうことをして友のことでね寂しくなったっていう経験はこの留学して初めてでした。なので3ヶ月目は僕にとってもすごい濃い1ヶ月で、英語力も伸びたし友達も増えたし、で同時に辛い思い挫折もしてっていうめちゃくちゃ濃い1ヶ月になったのかなというふうに思います。はい。で、ここからは3ヶ月目の、僕の英語学習についてお話しさせていただこうかなというふうに思います。で、さっきも言ったように、3ヶ月目でね、僕の英語力は結構伸びたと自分的にも思います。で、それはなんでかなって今振り返ってみると、1、2ヶ月目で、僕、音読とか文法事項とか結構基礎を終わらせたんですよね。なので、その基礎を、会話で使うっていう、いいプロセスができたのがすごい個人的にいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、例えば、自分が今日学習した授業で学習したり文法書で学習したりした言葉をそのままその日の遊びとかで使ってみるんですよ。で、その中で合ってるものは友達も理解してくれるし、逆に間違ってたらねその友達は絶対理解してくれないんですよ。なぜかというと同じレベルぐらいのことをやってるので、めちゃくちゃ難しい表現をしたりすると分かってくれないんですよ。でもそんな別に英会話って難しい表現を使う場所じゃないので、伝わらないと意味がないので、自分でいかにそれを説明したりとか、そういうところで英語力ってすごい伸びてきたかなというふうに思います。なので、僕がこの動画で伝えたいのは1ヶ月目から3ヶ月目まではぜひ友達を作ってくださいっていうことなんですよ。結論から言うと友達を作るとね会話とか自分が見えてないところでめちゃくちゃ成長するんですよ。ホストファミリーと喋るとかでもいいんですけれども、やっぱり限定的だし、例えば年が離れてたりね、そういうことがあったりすると思うんですけれども、自分の友達は例えば語学学校で友達を作ったりすると目指してるとこって多分一緒なんですよ、お互いね。例えばそのブラジル人の子だったら英語が喋りたくて来てるじゃないですか。で、僕も英語が喋りたくて来てるってことは目的が一致してるんですよね。だから例えば英語力も似たような英語力だし、で僕もう一個コツを言うと、自分よりもちょっとレベルが高い友人を作った方がいいのかなっていうふうに思います。幅広く友達を作るのは大事なんですけれども、積極的に自分よりもスキルが上の人についていくっていうことをすると、これ近道だというふうに思います。なので僕みたいに1ヶ月目で絶対にクラスが上がりたくないとか言うんじゃなくて、進んでね上のクラスに上がれるんだったら挑戦するっていうのはめちゃくちゃ大事だと思います。そこで弱気になってやっぱりこのクラスでまだいいかなとか思ってしまうと、もったいないです。せっかく留学に来ているのに、例えばね
6ヶ月だったら6ヶ月しかないわけじゃないですか、留学期間で。その中で2ヶ月同じクラスにいると、やっぱりこの上がれるのに同じクラスにいるってすごい時間の無駄なんですよ。やっぱり1個上に上がるだけで自分の英語力も試せるし、そこで無理だったらそれを戻ればいいだけの話なので、だから無理しない程度に、自分の上を目指していった方がいいのかなというふうに思います。はい。で、ここまで、1ヶ月から3ヶ月での英語力とかの変化を話してきました。結論から言うと、3ヶ月では英語を喋れるようにはなりませんでしたが、留学でしか経験できないことをたくさん経験することができました。なので、これから、留学する方や今留学している方は、どんどん挑戦、する気持ちを忘れずに、留学を楽しんでほしいなというふうに思います。で、短期留学の方、これ結構迷われると思うんですけれども、短期でも絶対行く価値はあります。なので、1ヶ月とか2ヶ月だけでもね、迷わないでどんどん成長、自分の上を目指して、知る、探求心を忘れずに、好奇心を忘れずにね、挑戦することを忘れずに、有意義な留学生活にしてほしいなというふうに思います。はい、ということで本日の動画はこれぐらいで終わろうかなというふうに思います。See you later! バイバーイ